皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、岸田総理大臣がウクライナからの難民をある程度日本でも受け入れるよということを表明しました。これに関して私たちがさあどう考えればよいのか、そのあたりについての解説を行っていこうと思います。それでは早速、岸田総理大臣がどのようなことを表明したのか、まずは記事を見ていきましょう。岸田首相、ウクライナからの避難民、日本への受け入れを表明。ロシアの軍事侵攻をめぐり、岸田総理大臣は2日夜、記者団に対し、ウクライナから避難した人の日本への受け入れを進める方針を明らかにしました。この中で岸田総理大臣は、国際社会における重要な局面で、ウクライナの人々との連帯をさらに示すべく、ウクライナから第三国に避難された方々の我が国への受け入れを今後進めていくと述べ、ウクライナから避難した人の日本への受け入れを進める方針を明らかにしました。その上で、まずは親族や知人が日本にいる人たちを受け入れることを想定しているが、それにとどまらず人道的な観点から対応する。今後もウクライナを強力に支えるために G7、主要7カ国をはじめとする国際社会との連携を強化していきたいと述べました。そして、受け入れの時期について、至急実務を調整したい。具体的に調整が済んだとは聞いていないが、ウクライナ情勢は緊迫しており、毎日多くの難民が出ているので、我が国としてもこうした状況に対応すべく、できるだけ早く手続きを進めたいと述べました。続いて避難民がどれほど出ているのか現状を追っていきましょう。ウクライナからの避難民は67万7000人、国連難民高等弁務官が明かす。ロシアのウクライナ侵攻を受け、グランディ国連難民高等弁務官らが1日に会見、約67万7000人の避難民が出ていることを明らかにした。国連は、ウクライナや近隣諸国への避難民に対する人道的支援のニーズが高まっており、17億ドル、日本円で約1955億円が必要だとして資金援助を呼びかけた。弁務官によると、避難民のおよそ半分はポーランド、約9万人がハンガリー、約6万人がモルドバ、約5万人がスロバキア、約4万人がルーマニアなどの隣国にそれぞれ逃れた。国連によると今後数ヶ月で、ウクライナ国内で約1200万人が救援や保護が必要になり、近隣諸国に逃れた400万人超が保護や支援を必要とする可能性があるという。国連は17億ドルのうち11億ドルを使い、最初の3ヶ月間は国内の人たちを支援したいとしている。まず最初に言及しておかなければならないのは、岸田総理大臣がウクライナからの避難民を受け入れるよという話を聞いて、そのタイトルだけ聞けば一体何万人規模でこれを受け入れるのか、その点について不安になった方もおられると思います。ただし、岸田総理大臣はその点について具体的な数値は挙げていないものの、一つ重要な数値というものを皆さんにお知らせしましょう。それは、在日のウクライナ人の方は現在のところ2000人ほどで、決してこの人数から考えて、これらの人々とある程度の血縁やもしくは知り合いといったような形で人数を考えれば1万人規模程度に収まるのではないかなというのが私の予想です。少なくとも避難民の数についての記事で出てきたような、現在のところ70万人近くの人たちが避難民として出てきているわけですが、これらの人を丸ごと日本で抱えようという話をしているわけではありません。その点についてはご注意ください。インターネット上ではこの声明を受けて早くも何十万人も受け入れるなんてそんなことできるわけないじゃないかみたいなかなり誇大な数値を出してきて現実離れした批判というものも行っている方がおられます。少なくとも岸田総理大臣の言っている話をまともに聞いていればそのような何十万人規模の受け入れという話ではないということを理解する必要があります。また、一般的な話として言えるのですが、日本においては難民申請に厳しいということがいつも言われています。その理由として最も重要なキーワードは、難民を装った人たちの難民申請が多いというこの事実を見逃してはいけません。わざわざ日本になんで難民申請をするんですかという人もいっぱいいるからこそ、なかなか難民申請が認められないという事情があるのです。そういった点において今回ウクライナで起こっている出来事というのは確実にこれらの人々が戦災から逃れるためにいやおうなしに避難している人々であるということは間違いないわけです。ですから日本が今回の件をもってして避難民の方たちの中からいくらかを日本で受け入れようと表明することは決して悪いことではありません。少なくとも日本はこのような時に重要なキーワードを国際関係を築く上では持っています。それは困った時にはお互い様という考え方です。
例えば日本で大地震が起こった時に他の国から救援が来たりします。その時において全く同じように相手国で何か災害が起こった時にも日本はそれに対して救援を派遣したり、また資金援助などを行ったりします。決して日本だけが一方的に何かをするというわけではなく、感謝の気持ちというものをお互いに通じ合わせるということはこれまでも何度かありました。そういう意味で今回の件においてウクライナの戦災から逃れた人たちを受け入れるというのは人道上の観点から言っても非常に合理的な判断だと言えるのです。またどのような人たちが日本にやってくるのかという点について言えば、残念ながらと言えばいいのかどうかちょっとわからないところですが、ウクライナから逃れてきた人たちは積極的に日本に避難しようと考える人はおそらくは少数でしょう。これは当たり前の話なのですが、ウクライナの隣国のポーランドなどに比べると圧倒的に言葉の問題もありますし、また食事の問題などもあります。そしてウクライナから逃れてきた人々は必ずしも一家総出で逃れてきたわけではないということも大きいです。これは現在のところウクライナのゼレンスキー大統領が国民総動員令をかけて、特に戦える年齢の男性については国内にとどまって戦ってほしいということを国民に呼びかけて、実際に出国段階においては戦える男性については出国を認めないといったことが行われています。ですから国外に避難している人たちの中には夫であったり父親であったりといった家族の一員が欠けている人たちというのもたくさんいるのです。そのようなことを考えれば、遠い異国の地、特にヨーロッパから見た場合、日本というのは極東と表現されるぐらいにかなり遠い場所ですから、家族の誰かが一人欠けている状態で日本に避難しようと考える人たちというのは基本的には少なめだと思います。またどのくらいの年齢の人たちが避難してくる可能性が高いかという点について言っても、日本とウクライナとでは事情が違う点について知識として覚えておきましょう。例えば日本は世界的に見ればかなり寿命の長い国です。平均寿命としてはだいたい85歳程度です。一方でウクライナの平均寿命は71歳程度ですから、単純に考えても高齢者の人たちがどっとやってくるというような、そのような国の人口構成の国ではウクライナはありません。これらの情報というものを総合的に考えれば、日本にやってきたいと思うような人たちというのもものすごく増えるとは少し考えづらい状況ですから、あえてわざわざ日本に避難したいと考える人たちというのは基本的には親日的な人が多いのではないかなと私は思います。私の予想ではおそらくインターネット上ではウクライナのこうした戦災から逃れてきた人たちに対する差別的な発言というものもたくさん見られるのではないかなと思います。これは解説の最初の方でも述べたような難民を装った人とほぼ同列に扱うような差別的な意識というものを持っている人たちというのも残念ながら日本のネット上においては結構な集団を形成していることも私は不安に思っているからです。この点については岸田総理はそうした醜悪な批判の声といったものはしっかりと聞かないということを徹底して人道的な難民受け入れについて前向きにこれからも動いてほしいと私は思っています。皆さんは今回のニュースを聞かれてどのようなことを考えたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画は最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見合ったら評価ボタンのあるところではぜひともクリックをよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。